皆さんこんにちは。数ある動画の中からこの動画をクリックしてくださりありがとうございます。この動画のサムネイルを選んでくださったということは、もしかして旅好きの方でしょうか。私たちは夫の定年を間近に控えた東京に住む夫婦です。定年を迎えるにあたって10年前から温めてきた夢があります。夢自体は珍しいことではなく、定年後は世界中を旅して回りたいっていうありふれた夢です。この動画では旅好き夫婦がありふれた夢を追求していったら、無謀な旅の計画になってしまった経緯をお話しします。この無謀な計画を旅好きの皆さんに面白がっていただければ幸いです。よろしければチャンネル登録をお願いします。私たちはそれほど頻繁ではありませんが、海外旅行に行ってきました。気に入った場所、台湾やハワイをリピートしたり、10時間以上のフライトに耐えてヨーロッパにも行きました。トラブルがあったり、喧嘩をしたり、大変なことも多いですが、帰国後は良かったなぁといつも思います。旅行が好きなんですね。でも必ずもやもやが残ります。それはもっとゆったり過ごしたかったという気持ちです。余裕を持たせたプランを立てるのですが、それでも絶対的に時間が足りなくて、駆け抜けるような観光になってしまうことも多く、帰る時には次来た時には見よう、次いつ来れるか分かんないのにと後ろ髪を引かれる思いで街を後にすることが多いのです。ツアーで行って時間の足りなかったバチカンのシスティーナ礼拝堂や、具合が悪いのに無理して観光したアルハンブラ宮殿なども心残りでもやもやしています。もちろん何もしないでただ景色を眺めていられた日なんてありません。私たちの旅行って街を感じる賞味の時間が少ない気がします。海外旅行に行ける日数は9日間ぐらいで、うまく祝日を組み合わせたりしても11日間。そのうち日本との往復に1日から3日間は取られて、移動日の翌日は疲れが取れていないこともあるし、滞在国の中での移動でもホテルを変えた日にはチェックインやパッキングで落ち着きませんよね。帰国日が迫るとお土産を買わなきゃとも気になります。一般的な旅行では日数が短すぎるんだと思います。また旅行中は不健康になりやすいのももやもやします。ヨーロッパなどでは時差が回復しないうちに観光が始まりますし、移動時間が早朝や夜中になることもあります。普段の生活では夜中の移動なんてないのに、旅行中は強行軍ですよね。また食事が日本食でないから体調が悪くなると言われますが、本当の原因は外食が続くことなのではないでしょうか。旅行中外食が続き、野菜不足などで栄養が偏り体が辛くなるのではないでしょうか。日本にいても外食だけだと不健康になってしまいます。旅行中も数日間だけでも自炊ができれば体調が回復するのにと思います。体調不良になっても丸一日ホテルで休むことはもったいなくて、ちょっとぐらいなら無理をして観光に出かけてしまうのです。普段はそんな無理はしないのにともやもやします。航空券代が高いのももやもやします。日本は島国なので、海外なら飛行機での移動は必須で、移動に長時間を費やし、費用の大部分も航空券代に消えます。飛行機移動は旅行日数に関係なく時間と費用がかかります。現地滞在費用はそこまでかからない場合も多いですよね。海外旅行は航空運賃を払うために行っているようなものですね。
モヤモヤの原因をまとめますと、日数が短いから無理をしてしまい不健康につながる。加えて航空券も高いということだと分かりました。旅行期間を長期にすれば問題点が解決するのではないでしょうか。現地時間が十分にあればエアビーなどで自炊する時間があり、健康的な食事ができるし、飛行機代は短期でも長期でもほぼ同額ですから、移動費の割合も低くなります。でもそんな長期の休みなんか取れないよという声が聞こえてきそうです。確かに仕事を長期に休むことは難しいと思います。しかし時代は徐々に変わってきています。感染症のパンデミックにより以前では考えられなかったリモートワークも普通になっていますし、仕事をしながら海外に滞在するということは工夫次第で可能ではないでしょうか。仕事の形態が変わっていく中、旅の形も変化しています。その波に乗ってリモートワークしながらゆったりと満足度の高い旅、健康的な旅をできる時代になっているのではないでしょうか。もちろんリモートワークが可能であるような状況を自ら作る必要はありますね。あらかじめ社内や取引先に協力をお願いするなどです。そのような方法でリモートワークをこなしながら海外に長期滞在して旅する人も増えていくのではないでしょうか。ここからは旅のモヤモヤへの対応策をさらに進化させ、もっともっと旅の理想を追求している私の旅の計画をお話しします。その追求の部分は旅行費用の中でも大きな部分を占める宿泊費についてです。ここで思考実験として日本の自宅の家賃や住宅ローンも宿泊費と考えてみます。ローンのない持ち家の方もその家を貸せばもらえる賃料分を宿泊費と捉えてみます。それが普段日本で必要な宿泊費なのです。住宅費イコール宿泊費ですね。例えば家賃15万、光熱費など部屋を維持する費用5万円、合計20万円を日割りすると1日6600円ほどになります。旅行の期間は自宅と滞在先の宿泊費がダブってしまう。これが私の感じる最大のモヤモヤです。思考実験とはいえかなりおかしな考え方ですよね。旅行期間が長くなった分だけ宿泊費が余分にかかり、長期の旅行がやりにくいと感じます。日本の自宅を手放してしまえば宿泊費のダブりがなくなり、日本での生活と同じ宿泊費となり、長期の旅を続けることができると考えました。日本の自宅を手放すということは賃貸を解約する。持ち家であれば売却する、または賃貸に出すということになると思います。長期旅行で賃貸を解約するのは当たり前かもしれませんが、私たち世代では持ち家も多いので、自宅を手放すということはハードルが高いことなのです。私たちは部屋を賃貸に出す予定です。次は家具・荷物はどうするんだという問題がありますね。もう少し若ければ実家に置かせてもらうという選択肢もあったでしょうが、私たち世代では親の年齢的に難しい場合が多いでしょう。しかし調べればいろいろサービスがあるものです。荷物があるならトランクルーム、郵送物は転送すればスキャンしてクラウドにアップしてくれるサービスもありました。一時帰国中の滞在はエアビーやサービスアパートメントでもいいでしょうし、日本滞在が1ヶ月以上なら敷金礼金のいらない UR も選択肢に入るでしょう。日本国内の住んでみたことのない県に滞在してみるのも楽しみです。海外の好きな街に1週間から1ヶ月ぐらい滞在しながら移動して、リモートワークしながら海外で超長期で滞在する旅。ゆったり生活、自炊や洗濯しながら暮らすように旅をするのが私たちの夢です。この計画、自宅を手放し超
長期の旅に出るプランを10年前に立てました。自宅という拠点がない無謀に見える計画でも、計画を立ててしまえば方法は見えてくるものです。2022年には旅の資金の準備も整い、あとは夫が退職するのを待つばかりです。旅の準備をしながら自宅の家具も徐々に少なくしていき、重要書類をスキャンしてクラウド保管を進めています。デジタルカメラ以前のプリント写真もスキャンしクラウド保管しました。旅中は拠点となる自宅がないのですから不安もあります。健康を害すると大変なので、体力を向上させ健康的な生活も研究しています。今後は旅準備と旅の様子を YouTube にアップしていく予定です。家を手放すような無謀なことはしないまでも、皆さんの充実した旅の参考になれば嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。